文明崩壊は始まっています。少なくとも個人個人のレベルではかなり文明崩壊が進んできています。おかしな状況です。この非日常の状況が始まったのは紛れもなく2020年からの世界的な出来事でした。あの時すぐにリモートワークが各企業で取り入れられ、膨大な通勤時間、事務所に縛り付けられる無駄な時間からたくさんの人たちが解放されました。そしてそのたくさんの人たちは仕事に追われることがなくなり、たくさんの時間を考察に割くことができるようになりました。そしてまさにその時、不自然なマスク社会が形成されていきました。それと同時に世界的パンデミックが蔓延しているという話で、多数の被害者が数字上は現れることになりましたが、その中には謎の無症状感染という人たちもたくさんいて、ことさらその無症状感染の脅威が叫ばれたり、無症状なのに後遺症が残るという謎の言説が蔓延していきました。これまで仕事に追われて必死に家計を維持していたサラリーマンの多くが、この状況に違和感を持つことになり、決して少ない人たちが、一体全体この世界で何が起きているのだろうかということに疑問を持つようになり、そして実際リモートワークで時間ができていたため、この謎をインターネットを通じて追求することができるようになったわけです。こうしていわゆる陰謀論初心者な人たちがこの世界の謎に興味を持ち、自主的に研究を始めるようになりました。これはまさに私自身のことでもありますし、この動画をご覧になられている皆さんのほとんどがこの時に気づいた人たちというカテゴリーに入っていると思われます。私自身がこの気づいた人たちの一人であることもあって、この私のチャンネルでは常に皆さんたちのような気づいた人たち向けの真相論の情報を配信してきていました。2020年からもう4年が過ぎようとしています。様々な情報を皆さんと一緒に学んできたわけですが、思えば随分遠くまで来たもんだと感慨深くさえあります。この4年間の私たちの道のりとは、一言で言えば、あらゆる常識を一つ一つ破壊してきた道のりだったと言えます。スタートではビル・ゲイツやお薬に味噌がつきました。ほどなくして子供たちの人身売買や悪魔崇拝儀式の存在も広く知られるようになっていきました。やがてドナルド・トランプが世界を良くしてくれるという期待が盛り上がりましたが、その際明らかな不正選挙で選挙制度そのもののポンコツさ加減も見えてきました。そしてその後、そのドナルド・トランプ自体も依存のアイドル的な対象とするのは間違っているということに私たちも気づくようになりました。それからはさらにフラットアースを通じて地球球体論の明らかな嘘、宇宙遊泳やアポロの月面着陸が単純な特撮であることなどが認識されていきました。
同時に、アインシュタインの相対性理論やダーウィンの進化論というあたかも真実と思われていたものがゴミ箱行きの偽科学ということも明らかになりました。そしてロシアからは無数のマッドフラット、オルタナティブ歴史の研究者たちの情報がもたらされ、根本的に私たちの歴史は19世紀から始まった比較的最近の文明で、19世紀初頭には何度目かの文明リセットで、この世界の生物は一旦絶滅していただろうということも見えてきました。そして何よりも、既存の公式の歴史研究というものが、あまりにも非現実的なデタラメのオンパレードということも明らかになりました。さらにロシアからは、私たち自身の祖先というものが、19世紀の遺伝子工学で生み出されたクローン人類に過ぎないということも見えてきたのです。その生まれたばかりの私たちクローン人類に用意されていたのが、この時代の文明そのもので、その文明とは、金銭による支配を中心に置いた弱肉強食で無慈悲な肉食、資本主義による奪い合いと貪欲で非常な資産家が極限まで一般市民を搾取してこき使うという悲惨な奴隷システムです。さらに、その悲惨な奴隷システムを有効にするために、悪魔崇拝儀式、悪魔への生贄の仕組みも組み入れられていました。戦争、人身売買、肉食の文化。この搾取と支配の要請に最も効果的なツールが、嘘と欺瞞でできた偽旗作戦。テレビを使った事実の捏造です。戦争も大事件も何もかも捏造されていき、それらはその後起こる恐怖や怒りといったものを利用して、人々が自主的に搾取される状態を選ぶようにするという、とんでもない仕組みでした。これがマッチポンプで、テレビやマスコミを最大限利用することで、このマッチポンプは最大限有効活用されています。逆に言うと、こういったマッチポンプやマスコミで宣伝されるような恐怖や怒り、貪欲や性欲を煽られるような餌なしでは、一般市民、もはや愚民と化してしまった現代人たちは、動かない状況となってしまっています。私たちのこれまでの常識とは、一体何だったのでしょうか。私たちは、国や民主主義、資本主義、学校、大学といったものを疑うことも知らずに盲信していました。私たちは子供の頃から小学校には通わなければいけないと思っていましたし、その小学校や中学校で教えられることはすべて本当のことで、それらをしっかり覚えてテストで良い点を取らなければいけないと思っていました。しかしそれにしても、勉強とは随分と退屈でつまらないものだと常に感じていました。しかしそのつまらない勉強で良い成績を出すことで、良い学校に進学でき、良い企業に就職でき、良い給料をもらえ、ゆくゆくは立派な良い社会人になることができ、やがて尊敬される立派な人物になれるのだと盲信して疑っていませんでした。ですから、勉強できない、学校で良い成績を出せない人は、劣っているとさえ思うように
なっていました。しかし社会人になって蓋を開けてみたらどうでしょうか。小学校、中学校、高校の教育に私たちは12年間も費やしてきたわけですが、その学校で得た知識がどの程度この社会で有効に生かされているでしょうか。12年間もの時間を費やし、受験勉強に神経をすり減らす価値のあるようなものを私たちは身につけたでしょうか。通常私たちは学校で習った知識を社会で有効利用できていません。普段の生活を思い返してみてください。算数の知識をどの程度使っているでしょうか。なんなら全く使わない場合もあるでしょう。私の場合せいぜい2桁の足し算、引き算までです。掛け算すら使う場面はありません。方程式、図形の証明、統計学などは全く無関係です。理科の知識も私はこれは大の得意でしたが、実生活で役に立った試しはおそらく一度もありません。社会なんてものは、特に歴史はほとんど全て捏造ですから、平べったい知識だけを暗記させられてつまらなかったわけです。つまらないのはその歴史が事実ではなく捏造だったせいが大きいのです。国語も学校の授業で習わさせられるような読解のやり方などよりも自分で読んだ方がよほど身になっています。むしろ教室の中でじっとさせられて無理やり教科書を全員に読まさせるような非効率的な時間を過ごさせるより、各々が興味ある本を勝手に読まさせた方が、はるかに効率的に日本語の能力が上がります。身を入れて日本語に触れる時間は確実にその方が増えます。英語に至っては、世界に名高い日本の悲惨な英語教育のせいで、中学校や高校でナンセンスな英語教育を受けるせいで、長年使えない英語に悩まされるという状況になってしまいます。むしろ学校でひどい発音、文法ありきというナンセンスな学習方法を刷り込まれるよりも、何も教わらずに英語を学んだ方が学習効率が良くなるくらいです。一度誤って覚えた発音の単語を一つ一つ直していくのは、一つ一つ新しい単語を正しい発音で覚えるよりも手間がかかります。何が言いたいかというと、学校の授業で習う教育なんてものは無駄だということです。加えてこの無駄な知識の詰め込み教育を多くの場合、人格の破綻した大人もどきの教員免許を持った人間に習うことになります。この過程で自由な意識の芽は摘まれることになり、理不尽な抑圧の中で奴隷的にどのようにやり過ごしていくのかを身につけることになります。このナンセンスな学校という名の囚人ゲームは、さらにその後の良い学校、良い就職という人参をぶら下げられて行われていって、弱肉強食のサバイバルゲームを無駄な学力コンテストと教師にどれだけ気に入れられるのかという、まさに無駄以外の何者でもないパラメーターで周囲と争っていくことになります。そうして培われた矛盾に満ちた評価軸でひたすら弱肉強食の競争を行うという意識は、その後の全人生を通じて弱肉強食で
奪い合い、矛盾も何も関係なく、権威を利用するんだという大変卑怯で奴隷的な性質の基盤となっていきます。私たちが2020年から見てきた無数の奴隷民たちにそのような性質があったのは全く偶然ではなく、そういった人材が意図的に量産されているだけだったのです。はっきり言えば、企業活動も全く同様に行われています。金があって、購買力があるお客であれば、どんなに腐った取引先でも、最高の取引先企業になるわけです。そして散々権威に対して矛盾があっても何でも、散々奴隷的になるように教育されてきた数々の人材たちは、無批判に売上競争で成果を出すことに明け暮れ、購買力のある会社に対して、まさに奴隷のように這いつくばって売上を上げるようになります。社内でのピラミッド構造の支配構造では、むしろそれに拍車をかけて、奴隷的に従属して、社会人として何でもするという状態になります。すべて個々人の欲、自分たちの家計、生活を成り立たせるという欲のために、多くの人たちが所属の会社や上司、客先に対して奴隷同然の意識で使えています。このことも皆さん一人一人2020年から始まった例の出来事の際に自分自身が大変な矛盾を抱えながら従ったり、多くの奴隷民の皆さんが矛盾を無視して従属していた状況を見てよく理解されていると思います。これが私たちの立派な常識だったのです。立派に学校に通って、真面目に勉強して、良い成績を得て、先生や友達にできるだけ愛想よくして気に入られ、弱肉強食の競争社会の中で、なるべく高い偏差値をマークできるようにして、より偏差値の高い高校に進学し、その後より良い大学に進学できるように、無駄な勉強に膨大な時間を費やして競争に勝つようにし、最後は就職活動で各企業に都合が良い人間性を演じられるようにして、より良い一流企業に就職する。その後はその企業の中で高い成績や優れた政治活動を駆使して、なるべく出世するように最大限努力して、立派な会社の立派な管理職として、立派な社会人として定年まで勤め上げる。そんな常識を当たり前として一生を過ごしていました。そしてお金はあればあるだけ良いので、その間ただのギャンブルに過ぎない株式投資や在宅を駆使して、やはり自分だけ金持ちになって安定を確保しようと、エゴの欲求を満たすことだけを目標に生きていくわけです。これが常識だったわけです。この常識が根底から覆されたのです。多くの企業が不必要な役に立たない製品を製造し、販売していますし、また多くの企業がなんなら社会的に有害な商品を販売しています。人々は常にお金の奪い合いに明け暮れて、売り余るほど大量に生産している商品を
とにかくたくさんの人たちに売りつけるということに邁進しています。実際には、そんなにたくさんのものは必要ではないのに、不要な商品を売らなければ生きていけないという社会に、私たちは生きているのです。それこそが、中央銀行による貨幣経済資本主義の矛盾であり、嘘です。あまりにもたくさんのことが不要で、私たちは私たち自身が過当競争で悪魔のように邪悪になるような枠の中で戦わさせられていたのです。この明らかな矛盾に満ちた悪魔的な仕組み。これが私たちの明治以降の文明のすべてです。出来損ないの弱肉強食の文明の中で、私たちは不要に苦労をして戦い続けてきました。そしてそのバカバカしさ加減に心底気がついてしまったのが私たちです。だから個人レベルではすでに文明崩壊が始まっているというのです。こうして個人レベルで崩壊した文明は個人レベルでの新たな文明の創造が今まさに必要とされています。無駄な知識の習得と奴隷的な競争教育を施される学校をやめる。学校の仕組みが個人レベルで崩壊すると、その先には一体何が必要となるのでしょうか。小学校、中学校などの学校をやめるとどうなるのか。これは小学生の時点で子供たち個人個人が純朴に自分自身がしたいこと、興味あることを追求することができる時間が生まれるということを意味します。学校に通っている間はやりたくないことをやらされることで一日の大半が費やされていって、暇を感じる時間も限られています。一方で、学校を辞めてしまうと、皆さんが子供の頃の夏休みのように、何もすることのない暇な時間が大量にできてきます。この何もすることがないという時間は、苦痛は苦痛なのですが、この暇な時間があることで初めて何かを想像する余裕が出てきます。暇だからこそ初めて自分ができること、自分がしたいことに向き合うことになります。子供たちに暇もないほどスポーツや勉強の習い事をさせること、長時間の学校に通わせるのが本当に有益なのか、もう一度考えてみましょう。それらの習い事や学校があるせいで、子供たちは自分の本当にしたいことに気がいかなくなってしまっています。知識欲のある子供であれば、自分の興味がある本を読もうとするでしょう。この自主的な読書は、学校の教科書を読まされるという作業よりもよほど、知識や読解力を育みます。これは皆さん自身も経験しているはずです。もしも外国語に興味を持つ好奇心ある子供であれば、現在では優れた外国語学習アプリに恵まれていて、このアプリで初めからネイティブの発音に慣れながら
勉強した方が、学校に通って文法中心の間違った英語学習をするよりも、よほど実践的な英語を身につけることができます。そして、そもそも、人間一人一人が持ち得る好奇心というものは、学校や習い事の範囲にとどまるものではありません。そういったものにとどまらない学習意欲は、本当に自由で暇な環境が整って初めて生まれてくるものです。学校の授業ではいつまで経っても偽の知識しか得ることはできませんし、その知識も個々人のニーズに合ったものではありません。そうなると早々に自分自身で学習する、経験する、暇な時間を過ごすという環境を持った方がよほど生産的なわけです。こうして学校を辞めるとたくさんの暇な時間が生まれ、その暇な時間は子供たち一人一人がその子供個人のオーダーメイドの学習や経験を行える貴重な時間となり、それは通常の学校制度に当てはめると、小学校1年生から高校3年生までの12年間、学校で無駄な時間を過ごすことから、有益で自由なオーダーメイドの時間を12年間も確保できるということを意味します。6歳から18歳までの12年間です。この成長に重要な12年間を無駄な知識と奴隷洗脳のために学校に通わせるということがいかにナンセンスか、皆さんもご理解いただけるのではないでしょうか。しかし小学校から高校まで学校に通わないとなると大学にも行けない。将来がどうなるのだろうということが、皆さんの常識は敏感に反応するはずです。しかし思い出してみてください。大学に通ったことがある皆さんにとって、大学で学んだことが一体どれだけ社会で役に立ったでしょうか。私の経験上は役に立たないうんちくや理屈を並べ立てる以外では一切社会生活で生かされたことはありませんでした。そして多くの人たちにとって大学で学んだ内容は小学校から高校までに学んだ内容よりもさらに何の役にも立っていないというのが実情だと思います。小中学校大学で身につく最大のものとは無駄なことに努力を費やせる忍耐力というのが本当のところです。そしてこの忍耐力があるから各種の人間を奴隷のように使って収益を出す企業がこぞって洗脳度の深い高学歴の人材を採用しているわけです。大学の教育までもが無駄と分かりましたが、しかし企業は有名企業やサラリーの高い高待遇の会社に就職できた方が良いのではないかと、皆さんのこれまでの古い文明の偽りの常識は皆さんの恐怖心に訴えかけてくるはずです。しかしよく考えてみてください。忍耐してしがみついて従属して嫌なことをする必要がある企業に給料が高いからといって入社して文字通り社畜として働くことがそれほど価値のあることなのでしょうか。6歳から大学卒業まで
無駄な勉強と洗脳教育に全てを捧げて、それからさらに奴隷のように企業の収益を最大化する人材として、60歳まで仕事を続けることが本当に皆さんの人生の目的、価値なのでしょうか。本当にそうしないと生きていけないのでしょうか。また良い大学や良い会社に入るために膨大な金額の習い事、大学の学費などを必死に稼いで捻出する価値があるのでしょうか。その回答を皆さん一人一人が出す必要があります。自由にやりたいことを自身の好奇心に従ってやり続けた子供は、私たちよりもよほど有益でポジティブな能力を身につけて成人します。その一方で、現時点ですでに大人になって社会人経験を積んでいる私たちは、その人生のほとんどで無数の嫌なことばかりをこなしてきた人生経験を積んでいます。私たちは新しい時代の学校に通っていない子供たちとは違って、骨の髄まで洗脳教育を受けていて、自由な思考も制限されています。ですから、現時点で皆さんの多くが企業の利益を上げることが目的のほとんど意味がない仕事をしています。意味のない仕事をすること、その意味のない仕事で人より多い給料を得ることが未だに目的なら、皆さんの子供たちも皆さん同様に12年間学校に通い、なるべく偏差値の高い大学に入るという選択が正しいということになります。無論バカバカしい恥ずべき選択なわけですが、しかし皆さんはもう2020年から始まった覚醒するための茶番で気がついてしまったわけです。私たちの常識は間違っていて、私たちの社会は嘘で満ちていて、そして私たちの職業、会社、仕事もその例外ではないことを。実際会社に通って仕事をすることは、12年間通ったただの洗脳教育機関の学校以上につまらないことであることも少なくありません。この動画を見ている皆さんの多くにとって、理性や知識、認識のレベルでは、過去の常識は崩壊しています。そして明治から始まった私たちの文明は、皆さん個人個人のレベルでは崩壊してしまっています。しかし日常生活や仕事は、その崩壊した文明のままに、皆さんの多くが行動しています。皆さん自身の行動を変えないと、新しい文明を皆さんが目にすることはありません。新地球、新世界、5次元の世界が到来する。私はこれは間違いのないことだと思います。しかし私たちのような世代、どっぷり洗脳教育に使って、今の今でも奴隷生活を送っている新生の旧時代人たちは、いくら真相を知ったり、意識性を変えたりしても、5次元の新しい文明を目にすることはできません。その行動を変えなければです。
私たちの子供や孫の世代では、新しい文明の生き方、学校にも通わず、自分の好きなことをして育ち、自分の好きなことで他者や社会に貢献して、自由にのびのびと共有経済の一員になるということが実現されるかもしれません。しかし私たちの世代は、今、自分の行動を変えなければ、その新しい世界を目にすることはできないのです。なぜなら、私たち自身が今の時代、世界そのものだからです。新世界の到来とは、私たちの意識が変わって、私たちの行動が変わって、その結果として社会が変わっているということです。ネサラやゲサラがどこかからやってきて、トップダウン的に新時代が訪れるというわけではないのです。逆に、新時代が訪れないように、ネサラゲサラを待つことを促すばかりで、自分たちが動かないように情報奴隷を作っているというのが真相でしょう。学校にも行かない。奴隷的な会社にも通わない。新しい時代、新世界では、この世界社会を中心になって回す大人たちというのは、自分の好きなことで、好奇心の赴くまま、他者や社会のためになることを行います。ところが、私たちの世代は、間違った常識に汚染されて、奴隷のような生き方しかできていなかったのです。この社会はまだ奴隷の常識や詐欺の貨幣経済、お金のやり取りで回っている社会のままです。しかしその枠組みであっても、自由に好奇心の赴くまま、自分の好きなことを行って、他者や社会のために貢献することはできます。これこそが、明治から始まった、偽りの文明から新しい5次元の文明に移行する過渡期にするべきことであって、その過渡期でさえも5次元の意識で3次元のお金を稼いで生活を成り立たせる方法となります。これができてさえいれば、皆さんの子供たちや孫たちも安心して将来を信頼して、学校に通わず、大学に目指すこともなく、自由にすくすくと育って、好きなことだけをして、子供時代を過ごし、想像力あふれる、社会に素晴らしい貢献ができる、トラウマのない、自由で幸せな大人として成長できるというわけです。まずは大人である私たち、皆さんが悪魔崇拝主義の誤ったこれまでの文明を崩壊させる。それを行動で示す必要があり、その行動ができなければ、個人レベルでも5次元の新しい世界は訪れません。私たちに課せられた課題は、私たちの世代の課題は、まずは、様々な嘘に気づくこと。洗脳から抜けることでしたが、行動を変えて、この3次元世界の中で5次元の活動をして、まずはお金を稼ぐことだということになります。そしてそれこそが皆さんが今できる最大の社会貢献だということです。
今すぐにでも行動に移されたらどうでしょうか。個人で人生を変えられる方は、今すぐにでも行動に移すことをお勧めします。自分の好きなことで好奇心の赴くまま、他者を助けたり社会貢献する。これが新しい世界の仕事の形で、自然と個人事業になるはずです。ぜひ、ご自身の生き方を現実的に見直してみてください。子供たちの育て方も。今日は皆さん自身の意識と行動が新世界を作り上げるのだということをご説明しました。もし今すぐ動けないなら、私が最近ようやく開講したオンラインサロンも良いきっかけになるかもしれません。このオンラインサロンは、ビーガン糖質制限を実施中、あるいは目指している人たちで、かつトラウマの解消に取り組んで、トラウマノートを開始している人たちだけが対象です。そのように自分や社会、この世界に全量にコミットメントできる人たちだけが集まるコミュニティです。このオンラインサロンへの参加は、ニコニコチャンネルでのライブの中でのみ参加申し込みフォームを公開しております。これはある程度認識が同じ人たちだけがコミュニティに参加できるようにするための仕組みです。目的や認識が違う人が集まってしまってもコミュニティの運営に支障をきたすからです。今日もこの動画の後はライブを行いますので、ぜひこちらにもお越しください。ご興味ある方は、そのライブでオンラインサロンの申し込みフォームのアドレスを受け取って、オンラインサロンに参加してみてください。今日のライブも復活したニコニコチャンネルの生放送で行います。それでは今日も最後は、かずみさんの新曲、ムクロです。時を越える海風、潮とムクロの波、今私の間をすり抜けては嘆く、うつろな瞳並ぶ別越しの国、傲慢と裏切りを諦めで潰した愛と綺麗に飾って、どれだけの命詰めばやがて気づくのでしょうか。血みどろの叫びすらも檻の向こうに隠して砕いてちぎって罪深き人の闇、果て知らぬ欲は自己矛盾の声さえ雑音と捉える、
冷酷な作業のようにどれだけの涙飲めば世界は変わるのでしょうか。ほんのひとさじだけの甘さにいつまでも勝てない従うばかりで心の安寧と言い訳の山見つめても今も続く残虐に険さしのべられずどれだけの命積めばやがて気づくのでしょう